本日の動画は K160 のさらなるホバリングの安定性を求めていろいろ試したドキュメント動画です。ホバリングの安定性の基準がさらに高くなってるので、そりゃあ大変ですわ。まず ESC は K110 のものに交換しました。主に部屋の中でホバリングテストするのでスロットルレスポンスが良いこの ESC を使ってます。後ろのハッチ部分の窓枠を切り取って穴を開けました。夏場は2分程度のホバリングでモーターも ESC も触れないほど高温になるので、クーリングのための穴は必要ですが、たくさん穴を開けると見た目が悪くなるので困りますね。ホバリングは前後の重心を変化させるのも効果的なので、テールモーター部分につける重りも用意しておきました。これは2016年に撮影した K124 のホバリング動画ですでに使ってます。これに気がついた方はすごいですよ。素材は 4mm の長めの芋ネジを加工したものです。それをモーターの磁石の力だけで取り付けてます。材質が鉄なのでモーターの冷却にも少しは役立つかもしれません。先ほど話した窓の切り抜きですね。カッターナイフで簡単に切ることができます。テスト中のシャフトストッパーです。アルミのストッパーはプラスチックのものより振動が出ます。さらに細かい部分の変更点を見てみましょう。ピニオンギアはプラスチックのものに変更しました。軽量化、ギアノイズの低減、メインギアの保護などが目的です。メインギアはネジ止めなので、プラスチックのピニオンギアの方が墜落時に破損、または外れることでメインギアを守れる可能性があります。ESC は K110 のものを使いました。こちらの方が各種の ESC 保護機能があり、使いやすくていいと思います。受信機ボードは V4 と V6 を用意して使い比べてみました。ホバリングに関してはその差は微々たるものでした。どちらを使っても良いと感じました。受信機ボードを剥がすときに受信機マウントが剥がれてしまったので、メインフレームに受信機ボードを直接貼り付けてテストもしました。特に変わった挙動はありませんでした。使わなければ 0.6g の軽量化にもなりますね。でもなんか味気ないのでカーボンプレートで受信機マウントを作りました。このような工夫が機体への愛着心にもつながりますね。モーターの近くのサーボケーブルは糸で縛ってまとめておいた方が良いです。モーターにサーボケーブルが接触すると最悪ショートします。ホバリングの安定性に一番重要なことは、受信機ボードやその配線がボディに当たらないように取り付けるということです。K160 のボディは受信機ボードが当たってないことを確認するのが難しいのですが、隙間から覗き込んで当たってないことを確認しましょう。特にこの機体はスペースがないので、スポンジ両面の厚みも考えないとダメです。薄いと6軸モードが使えなくなり、厚みがあるとボディに当たります。そこの調整がホバリングの安定性の核心部分です。通常のジャイロキャリブレーションと6軸ジャイロのトリム調整ホバリングをすると、6軸モードでスワッシュプレートが右に傾きますが、反トルクが大きいスケールヘリの場合は K110 と比べてびっくりするほどスワッシュプレートが右に傾きます。初心者様のために簡単に機体が右に傾いてホバリングする原理を説明すると、右回転のヘリのローターを仮に手で止めると胴体は左に回転します。これが反トルクです。この反トルクを打ち消すのがテールローターです。テールローターの推力が右方向に向けられ、胴体が左に回転するのを止めています。その時にテールローターの推力が右方向に向けられることで機体が左にスライドします。その左に移動する力を抑制するため、
スワッシュプレートを右に傾け、メインローターの推力を使い、右方向に移動するようにコントロールするのです。そのため、機体が右に傾いた状態でホバリングをします。しかし、その傾く角度が大きいのがちょっと問題です。これは仮になんですが、サーボホーンが水平状態からスワッシュプレートが右に傾くと、サーボホーンはこの角度になります。実際のサーボホーンの状態は、ホバリング時にこのようになると思います。左右のサーボホーンの角度を見ると、バランスが悪いですよね。しかも大きな問題があるんです。これはサーボホーンを20度回転させた動画ですが、コントロールロッドが作動するストロークが、サーボホーンの角度によって変わってきます。これをサーボホーンの作動と言います。3軸ジャイロセンサーはデジタルモーションプロセッサーが作動のズレなどを補正してくれるので、気にすることはないのですが、電脳の負担をなくしてあげるとどうなるか、興味津々なのでやってみました。ここから昔の RC ヘリコプターの設定方法に戻って、スワッシュプレートのエルロンの角度、ロッドエンドの長さを変えて設定することにしました。これは3軸ジャイロ普及前は当たり前のようにやっていた設定です。ただ、飛ばしながらの設定は、ジャイロが即座に補正してしまうので、どれぐらいスワッシュプレートを傾けるかわかりません。なので、6軸ジャイロのトリムモードでホバリングをしてから、そのスワッシュプレートの補正量を分度器で測り、ロッドの長さでその角度を合わせます。ロッドエンドの長さを変えて、最初からスワッシュプレートが右に傾くように設定しました。3軸から6軸に切り替えても、スワッシュプレートの傾きはほぼ一定に固定されました。ちなみに、このまま3軸モードで飛行しても問題ありません。では、ホバリングをしてみましょう。メカが密閉されたスケールヘリを飛ばすには気温が高すぎるので、2分以内のホバリングです。気温が35度という悪条件ですが、前にアップした K160 のホバリング動画よりも1ランク安定しているようです。リンケージの変更はそれなりに効果がありそうです。このジャイロは機体が安定したと思うと突如前に行ったり後ろに行ったりする癖があるのですが、この癖がだいぶ落ち着いてる感じがします。指で補正できる範囲に収まったという感じですかね。しかし真夏にスケールヘリを飛ばした経験がないので K124 と比べることはできませんが、ホバリング安定性で私の K124 を少し上回ってる感じですね。このクラスのスケールヘリを飛ばすならば気温が15度前後の時がベストだと思うので、その頃にまたホバリングテストをしてみたいですね。多分このままでももっと安定すると思います。この時期は受信機ボードも相当熱くなるのでホバリングにも影響が出ると思います。なぜかというと、ホバリングを開始して30秒までが一番安定性がいいですからね。ということで K160 に K110 の受信機ボードを搭載して可能な限りホバリングの安定性を向上させてみたという動画でした。ちょっとした工夫が側機体に反映するのが面白いですよね。